俺たちも楽譜だけ追ってるけど、この曲はどういう曲になるんだか分からずに弾いてたから。そう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 。それはあった。いや、でも先生一回ちょっとお手本弾いてよとか、なんかそれぐらい先生やってもよかったんじゃないのって思うけどね、今思うと。こんにちは。こんにちは。習わせるべき習い事、そろそろ子供に何かさせようとか、子供がそろそろいろいろやりたがってくる頃なので、まあ、習い事に対する考え方というわけで、どうですか？まあ、勉強から。勉強系でも何でもそうなんですけど、指導者ってすごい大事なんで、何個か、体験行ったりしてるじゃないですか。もう指導者によって全然違うなと。そりゃそうだよね。思いますね。うん、なので、今後はもっと、指導者を見たいなと思いますね。話を戻して、勉強の習い事。まあ、代表的なのは多分、まあ、英語が来るかなって感じですね。この先に多分、メジャーどころはクモとか、そろばんとかもまだあるの？そろばん芸術なのかな、もうあれは。書道とかと一緒で。書道は完全芸術だと思うけど、そろばんはまだ計算力だから勉強に入るのかな。クモ、そろばんくらい低学年だと。英語、そうだね。英語、どう思います？いや、やりたいんだったらいいと思います。まあ自分もやりたいんだったら、とりあえず何でもやらせるみたいなスタンスかな。というのはやっぱり落ち着けても やらないし、無理やりやらされても嫌いになるだけなので、むしろ本人がちょっとでもやりたいって言ったらもうさっさと周りを整えて、やっぱり自分本人も自分で言った以上守りたいとは思うと思うので、やっぱり本人が言った瞬間を逃さずって感じなんだけど、でそういう視点は置いといて、単純に今出た雲、そろばん、英語、なんかどれがとか、これはいらないだろうとか。クモンは反復させるっていうのはすごくいいと思うんだけど、やっぱ低学年ぐらいまででいいのかなって感じがしますね。その応用とか、あと、ものの考え方、理論的に教えてもらうじゃない。分数の掛け算とか。算数を理論的に教えないって、感情的に教えるっていうのがよくわかんないんだけど。暗記で教える。もう暗記も必要だよね。だけど、その、理論でこうだからこういう暗記をするんだよみたいな、そこの流れがなくやっちゃうと、ただただもう、苦痛になってくるっていうのもあるし、そこは気をつけないといけないかなとは思いますけど。勉強系は、クモンもそうだけど、やっぱり繰り返すことによって上達するっていうのはあると思うので、やらせた方がいいかなと思うね。この中ではクモンかなと思いますね。英語は、そんなに必要じゃないかな。英語を嫌いにならないという意味じゃ、多少は必要かもしれないけど、なんないでしょう。最近の世の中で英語を嫌いになるなんて。溢れ返ってるからね。そう。英語なんてもう学ぼうかなって思った時にはもう、いくらでも学べる環境今あるから、そこに小さい頃からお金を費やさなくてもいいかなって思うね。で次、運動系。運動系は、もうやりたいスポーツがあれば全然それでもいいし。メジャーどころは何なんですか、今。サッカー、野球。野球もまだメジャーなの？野球も結構もある。子供の頃って、バスケット、ミニバスは女の子のスポーツだったんで、なんか自分のイメージ。そう。だから女の子9、男1みたいな感じで、男はどちらかというとサッカーか、野球多かったよね。小学校の時はクラブ活動はソフトボールだったんだけど、ソフトボールだったのね。野球は公式野球入ってる子も結構いたよ。だからクラブチームね。サッカーのクラブチームと一緒で。スイミングは？スイミングもですね。すいません。あれはテニスとかバドミントンはどうなの？テニスも多いんじゃないかな、今。自分もそういう印象。テニス、バドミントン、あと卓球とかもなんか最近すごい人気があるような気がするんだけど、どうですか、この運動の中で。あえて、自分が選んで習わせていいよと言われたら何ですか？バスケ。室内。室内だとほら、応援がしんどくないな。炎天下の中、サッカーのママたちも大変そうだから。ずっと日向にいるなんて誰も言わないでしょ。でもほら、コートがそんなにさ、監督のいるところにちょっとベンチがあるぐらいだから。それは日傘持っていけばいいんじゃない？いやもう炎天下の外ってもうさ、日傘があろうとなかろうともうあの暑さがとんでもないじゃない。そのぐらいですね。もバスケかサッカーかな。やっぱり気になるのはやっぱりバスケはあまりにもちょっとこの、身体的なこの、差による差が如実に現れやすいかな。サッカーに比べるとって思うかな。
背が高い人がやっぱりどうしても有利だよね。まあまあ体が大きいほど有利っていうのは、まあそれも何のスポーツでもそれはあるんだけど、でもやっぱりバレーボールの背の高さとかバスケットの背の高さが影響を与える量ってサッカーの背の高さの影響を与える量よりもずっと大きいかなと思ってる。そうですね。で、野球じゃないのはやっぱり野球の動きってあんまりなんていうか、バスケやサッカーほど複雑じゃないから、あんまりなんか野球をやっとけば他のスポーツに通じるみたいな感覚があんまりない。で、まあやっぱり団体スポーツの方がいいかなと思うけど、やっぱりバドミントンとかテニスの動きもすごいこれは何にでも通常するかなという。まあジャンプがないけどね。ジャンプないけど。でも早めにチームスポーツはやっといた方がいいんじゃないかなと思うね。ちなみにスイミングはどうなんですか？スイミングもやってほしいなとは思うけど、やっぱり泳げる方がいいと思うんで。ちなみにスイミングやってた人ですか？やりました。どうですか？あれ役に立ったなとか思ってる？泳げないよりかはやっぱり良かったなとは思うけど。自分もスイミングやってたんだけど、まあ、40年前の習い事なんてみんなそうだけど、楽しかった思い出が全くないんですよね。そう、楽しくはなかった。で、今も、やっぱりスポーツクラブ行って泳ぐことできるけど、全然楽しくない。もう、この同じ、もう景色も変わらないし、もう何往復したんだか分かんなくなるし。今なんか小学校であんまり授業がないんですよ。我々ほどプールの授業がないから、だからみんな通わせるって言ってた。やっぱ水が怖くないとかはあるんじゃないですか？泳げるっていう自信があるからさ。でもそれも逆に怖くないですか？この服で服でさ、川に溺れちゃった時に、クロールとかし始めると、ものすごい腕が重くてすぐ溺れるとか言うじゃない。溺れる溺れないはなんかまたちょっと違う美術なんじゃないかなと思うんだよね。まあそれはありますね。まあでもスイミングはこの体幹が鍛えられる的なことを言う人はいますね。女性はいいと思います。なんで？体も綺麗になるし、負荷がここまでかからずに、いい筋肉がつくから。最後、芸術。ピアノぐらいしか思いつかないんだけど。絵画教室ももちろんあるし。絵画教室行ってる人とか聞いたことある？子供の時にいたよ。絵習ってるとかいう子いた。習字は今もあるの？そうですね。習字は。むしろ習字が自分の小学校低学年の時はすっごい人気あったり気がする。やりました。やりました。役に立った。さっきも言ったけど、我々の40年前の習い事は楽しくなかった。指導者にもよるんだろうけどね。でも習字は、俺一回友達と遊んでる時に、ちょっと今から習字なんだよとか、ちょっと待っててって言って、一緒についてって、一緒に座敷に入って、一緒になんか横で待ってて、なんか意外と楽しそうだったんだけどね。集中できるとかいうのが楽しいって言ってましたけどね。うちほら、親が習字の先生なんで。いや、音楽系はちょっとやってほしいかなと思いますね。ピアノでもいいし、ギターでもいいし、バイオリンでもいいし、何でもいいんだけど。まあでも今ね、例えばこのピアノを練習してるってなったらすぐ YouTube で音楽聴けるんでしょ？超羨ましいよね。俺たちも楽譜だけ追ってるけど、この曲はどういう曲になるんだか分からずに弾いてたから。そう。それはあった。いや、でも先生一回ちょっとお手本弾いてよとか、なんかそれぐらい先生やってもよかったんじゃないのって思うけどね、今思うと。そうですね。その音から入るって全然違うよね。バイエルなんて特にさ、何拍でっていうのと楽譜だけだから、もうその今しか、まあそれがいいのかもしれないけど、今この音符を追っていくので精一杯みたいなさ。ベストプラクティスのイメージがないままもうやらされてる感めちゃくちゃつまんなかったよな。まあ当時だったらキャプテン翼のテーマ曲を弾きましょうとか、なんかそういうぐらいにしてくれるだけでも全然楽しさ違ったのに、聞いたこともないクラシックの音楽を楽しめるようなお稽古事に今なってるみたいなんで、どこも自分たちの子供時代から学んだら当然そうなりますよね。我々がもう先生世代ですからね。そう。で、何？ピアノってこと？ピアノでもだからその楽譜系のアートの中だったらそれはやってほしいかなと思う。どうですか？絵を描く系があってもいいかなとは思うね。絵か音楽かね、習字方面にあんまり必要性感じないかな。まあなんかどこかで喋りましたけどね、字の綺麗さは必要かっていうので、絵を描く系もあんまりこの絵を描く方面じゃなくて、むしろデザイン的ななんか教室があればいいのになとは思うね。あなたが教えればいいんじゃん。まあそうだけどやっぱりこのあまりにも絵を描くってわかんない。最近はどうなんですかね。抽象画とかも描いたりするのかね。まあ今はそんなにほら何を描きましょうみたいなのないんじゃないですか。であればいいと思うけどね。なんかもう本当にこの景色をきれいに描きましょうとか、人物画をきれいに描きましょうばっかりだと、なんかやっぱり美術もちょっとつまんないものになっていくかなと思うね。こんなところなんですか。はい。まとまったんですか、これで。